はいどうも、マフィア梶田です。そして今回はゲストが来てくれております。こちらの方。はい、ロータスジュースです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お邪魔します。久しぶり。梶田君はね、この前ちょこっと3分ぐらいあったけど、ペルソナライブ。そう、ペルソナライブね。楽屋の前通りがかってちょうどロータスが来て、うわあ、梶田君じゃんと思って。さあ、ところで今日はね、なんでロータスとこうやって机の前に座ってるかというと、まさかショーンがね、料理を振る舞ってくれるんです。嬉しい。知っての通り、ショーンは元ホテルのシェフだけでなく、さまざまな料理店を巡ってきている、経験豊富な料理人なんだけれども、なかなかね、うち料理企画っていうのやってなかったんだけど、そんなショーンが知っている料理で、どんな人でも、どんなボンクラ男でも作れちゃうんだぜ、こんなうまいものが安く作れちゃうんだぜっていうのを見せたいっていう話で。なるほどね。でそんなに言うんだったら、うちのね、でも視聴者のボンクラさはショーンが想像してる以上だよ。こらみんなね、俺みたいなボンクラを見て楽しんでるようなボンクラだからそれは相当だぞって。なかなか料理なんてハード高いぞって思ったんだけれども、それでもね、やっぱりちゃんとプロだから、省略の方法もよく分かってるし、覆してやる。そうで、その料理をね、今日せっかく食べるんだったら一人じゃもったいないし寂しいから久々に遊べるしね、やったせっかくなら一緒に食っていこうっていう話です。最初はね、このバドワイザーゼロ、これ初めて見たけど、そうなのよ。もうなんか、完全にバッドワイザーが出しているゼロだね。注がせてもらう。ありがとう。ワイングラスで飲むのおしゃれだね。おしゃれですね。バドワイザーを乾杯しようか。乾杯。美味しい。これバドワイザーの匂いもするよ。一気にいってる。めめちゃくちゃうまいじゃんこれ。はい、これからショーンが調理に入ります。シェフ、よろしくお願いしますよ。はい、では、今日は、基本的に、イタリアンって考えてるんですよ。安くこういう形で、もう本当に、限った、調理場スペースっていう感じで、IHで、基本的にもう簡単に作れる、美味しい男飯って考えてるんですよ。ちょっとそれをじゃあいろいろ紹介させていただきますので、ガーリックオイルをまず作っていきますんで。ガーリックオイル？ガーリックオイルですね。オリーブオイル、どこでも売ってるオリーブオイル、そうだね、これを使っていきます。とりあえずガーリックオイルを作っていくんで、ベースを、オリーブオイルを使っていきます。ガーリック、ニンニクですね、それをちょっと仕込みます。でニンニクを、でこれをとりあえず炒めていきます。大事なのが壊さない、はい、ゴールデンで止めるように、それだけがすごいポイントなんで気をつけてください。おー、いい香りがしてきたぞ。そうですね、ガーリックオイルを作るっていう基礎からも、簡単でできるっていうことで。なるほどね。ガーリックバターを作っていくんで、ガーリックバター、はい、バターをもう単純にどこでも売ってるバターですね、半分ぐらい使っちゃいます。おお、すげえ、一度にそんなに使うの？もういっちゃいます。ガーリックオイル、さっきのガーリックオイルを、入れていきます。ガーリック一緒に。塩、本当に少しだけ塩を入れます。これで完成なんですよ。これがガーリックバターになるんで、これを全体的にこれをタッパーに入れちゃって、で溶かす。これをこんな状態なんで。すごい。シーザーサラダ好きですか？好き。美味しいですよね。でシーザーサラダって結構なんか難しいっていうイメージあるじゃないですか。思いつかない。作れるのって思いつかない作り方が。そうですね。すっごい簡単で、こういう狭いところでシーザードレッシング簡単に作れるようにお見せしますんで。はい。
まずこれなんですか？これはおやおやまた登場かい？ニンニクだよこれは。こうやってニンニクを細かく、刻みます。ニンニクをボウルに入れます。これにアンチョビ、こういうアンチョビが、もうこれも100円で売ってるんですよ。100円で缶のやつね。缶のやつ、これをだいたい1人、アンチョビ1個って考えていただいて、これを、フォークで潰していきます。フォークで潰す？はい。このぐらいでもうペーストになってるじゃないですか。なったね。でこれを、この中にボウルの中にニンニクと一緒に入れます。ニンニクと融合。はい。とりあえず今このようにニンニクと、アンチョビが入りました。そこにこれなんですか？マヨネーズでしょ。マヨネーズですね。マヨネーズもこうやっていきます。とりあえずマヨネーズ加えました。そこに次は粉チーズ。これがパックで売ってる粉チーズなんですけど、それを一まぶし、二まぶし、まぶしぐらいですね。二まぶしくらいいくぐらいで、これを混ぜていきます。でここで、ちょっと秘密の材料がありまして。何？何これは後でモザイクかけますけど。モザイク？この粉は秘密の粉なんですよ。秘密の粉はそれ合法のやつだよな。これコロンビアから仕入れてきた。絶対ダメだろこれ。要はナルコスで見たやつだろそれ。そうかもしれない。ヒントは、じゃあ頭文字だけこから始まります。ダメだって。どうしようぶっ飛んじゃったら。でこれが一応シーザードレッシングですね。うまい。はい。これで完成ですね。じゃあ次にですね、パスタソース。パスタソース。いよいよパスタソースか。でさっきのガーリックオイルの半分ぐらいとりあえず使っていきます。アラビアータっていうパスタを作っていきます。アラビアータね。はい。でアラビアータが要はイタリアンのトマトパスタ。これ大事なのがアラビアータっていう意味合いは、怒りって怒るとか怒りっていう意味なんで、そうなんだ。その怒りっていうのは要は辛さっていうことなんですよ。なるほどね。ちょっと辛めでトマトの味を殺さないっていうのがすごい大事なポイントなんで、なんでとりあえず先ほどのガーリックオイル、これにこれ鷹の爪かい？鷹の爪ですね。これをたっぷり使います。ジップロックのまんま。これを包丁の裏でもいいんですけど、気をつけてみんな潰していく。潰していきます。はい。こうやって徐々に種が出てきてますよね。で鷹の爪でやっぱり辛いのが種なんですよ。そのぐらいでとりあえず火入れます。なんですぐにもうここで鷹の爪入れちゃいます。すぐ入れる。はい。全部入れちゃいました。いいね。こんな感じで。でこれを一緒に炒めていきます。見えると思うんですけど種がいっぱい入ってますね。もうこの種がいい仕事をしてくれるんだよね。そうなんですよ。それは？これはトマト缶ですね。トマト缶か。これトマト缶どこでも売ってると思うんですけど、これもう焦げる前に入れちゃいます。焦げる前にカットトマト等に。カットトマト。じゃあもう一個入れちゃいます。2缶入れて。2缶ですね。2缶入りました。でちょっと火を少し上げます。でよく見ると鷹の爪も浮いてるし、カットトマトで、最初はちょっとこうやって混ぜますけど、あんまりいじらない。アラビアータっていうのはじっくり煮込むっていうことが大事なんで、でここに、じっくりちょっと煮込んでいくんですけど、まず最初に塩を入れます。徐々に、塩を足していくっていう感覚で。なるほどね。なんでちょっとこれをゆっくり煮詰めますんで、でまた怪しい粉出したぞ。またコロンビアから持ってきた怪しい粉出したぞ。
何入れてんだこれ。コロンビアのもので「子」がつくやつ。なんだこれは一体。気になるな。何に入れてもうまいのか。しまってない次にですね、今日は2種類のパスタ作ろうと思ってで次はクリームパスタ作ろうと思って。クリームパスタ、はい、クリーム系のパスタですと、俺が想像するクリーム系はやっぱりカルボナーラかな。正解です、今日カルボナーラを作っていこうかなと思って、こういう IH でも簡単に安く、多分家であんまりカルボナーラ作るイメージないと思うんですよね。ないね、俺はないわ。難しいっていうイメージがあるから、多分みんな作んないんですけど、どんだけ簡単か今教えますんで、なんで、フライパン用意しました、先ほどのこれは、もうさっき作った残りのガーリックソースか。ガーリックオイルですね、ガーリックオイルを今入れました、用意してもらうのは玉ねぎ。玉ねぎだ。玉ねぎですよね、はい。なんで玉ねぎをとりあえず切っていきますんで、こんな感じですね。で、炒めていくとどんどん柔らかくなって甘くなってくるんですよ、それを今から作っていきます。はい、こういう感じで徐々に、結構柔らかくなってきてるんで、色が変わってきてるんで、きつね色だね。そうですね、柔らかくなっていくと玉ねぎが甘くなってくるんで、これもうちょっとだけ炒めて、その間、ベーコン。ベーコン、はい、ベーコンですね、普通のベーコン。今日のテーマって、安く、早くね、美味しくっていうことなんで、こういう感じでぶつ切りにして、これを剥がしながらもうこの状態で、ベーコンを入れていきます。で、よく見るといい感じでアラビアータもソースが煮詰まってきてるんで、ね、下焦げないように。振るのはセーフ？これは大丈夫です。動かすな。そう、いけないようにっていう。振るのはセーフ。そうですね。で、こんな感じで、これも炒めていきますね。で、ここで牛乳入れます。もう2つ使います。1つは牛乳です。牛乳もうここで入れちゃいます。なんとここでもう本当に簡単じゃないですか。牛乳と、あとコンビニでも売ってるんで、これは何これ？生クリーム。生クリーム入れるの？これを入れます。あ、また出してきた。またショーンがコロンビア産の何かを出してきた。コロンビア産の粉をまたと、これ全部同じ味にならんの？なんないです。すべての料理になんないです。これはもう、はい、コロンビアパウダー入れとるけど。コロンビアのパウダーで、さらに美味しくなるんで。なんだろうこれ、マジで気になるわ。なんでしまう時そんなに周りを気にするわけ？頼むよ、ショーン。で、こんな感じで、牛乳と、クリームを入れました。で、中火で、これを煮詰めていきます。で、ここで塩を足していきます。ここでも塩を最初に、入れちゃいます。で、カルボナーラって一番大事なのが、胡椒か、ブラックペッパー。この胡椒ですね。これ見て、この量。こんなに入れるの？おー。あ、でもカルボナーラは確かに胡椒のピリッとくる味がないと物足りないね。これもじっくり、煮詰めていきますので、また後ほどパスタソースができます。これで2つのパスタソースアラビアータですね。こっちは、カルボナーラですね。黒胡椒が効いてるカルボナーラ。これを2つを今日、男飯としてもう安く IH で作れるっていう感じで、作っていきますんで、後ほどこれを皆さん食べていただきますんで、楽しみだよ。よろしくお願いします。
では、まあソースも煮詰まったんで、これでとりあえず先に、シーザーサラダの方を作っていきますので、基本的にシーザーサラダっていうのはロメインレタスなんですよ、なんでこれをちょっと洗っていきますんで、綺麗に洗って、こうやって叩いて、普段自分で自炊するときにサラダなんて作ったことなかったな。まあそうですよね、まあこんなに簡単だっていうことをちょっと紹介したいんで、これもう一回戻しての、水がついてるとドレッシングがうまくつかないんで、ああそうなんだ。そうですね、まあ振っていただいて、これで残りの水を振ってちょっと叩くぐらいで大丈夫なんで、さっきのドレッシングを出します、こちらが、シーザードレッシングですね、このように、自分は塗ります。塗ります最初で、大体同じぐらいの大きさで反対向きですね。塗る、はい、もう若干でいいんで、そんなにたくさんじゃなくていい。でまた逆ですね。俺が知ってるシーザーサラダと違う。違いますよね。皿を用意していただいて、これをまあロールじゃないけど、こういう感じでちょっと、押さえつけてのいただいて、おお。まあ豪快な。感じで、あとはここに粉チーズですね。粉チーズね。粉チーズと、やっぱりシーザーサラダといえば粉チーズ、そうですね。粉チーズと、こしょうを上からパラッ、いい感じで、はい。これで出来上がりですね。シーザーサラダですね。うまそう。はい、続きまして先ほど、ガーリックバター作ったじゃないですか、それもこんな感じで溶けて、いい感じでちょっとバターと、ガーリックオイルが混ざってるんで、こんなんなるんだ。でこれにガーリックが混ざってるバターを塗っての、まあこういう魚のグリですよね。これ温めておいて、これもう並べちゃえば、あとは様子見ながら、焼いていくと、まあ、こんな簡単に塗って焼くだけ、こんな簡単なものないと思うんで、まあ確かに、これでちょっとしまって、そしたらガーリックブレッドが出来上がります。はい、このように2つのソースが出来上がりました。まあ、そうですね。こちらがアラビアータで、もう煮詰まって結構もうパスタソース、もういじって大丈夫なんですけど、結構もうパスタソースになりましたんで、お店っぽいソースだね。そうですね。もう簡単にもう煮詰めただけなんで、でこっちが、カルボナーラソースですね。ドロドロだね。見ればドロドロなんで、これはあともう本当にパスタを茹でて、絡めてソース絡めて出すだけですから。じゃあ、はい。なのでもうこれで出来上がりなんで、いよいよ完成。そうです。でみんなに食べていただきますんで。じゃあ俺はロータスとあっちで待ってるから。待っていただいて出しますんで。よろしく頼むよ。はい、お願いします。あ、料理できた。OK です。やった。シーザーサラダですね。シーザーサラダだね。シーザーサラダですね。はい。これ。ガーリックブレッドですね。はい。実際のガーリックが乗ってる。ガーリックも乗ってます。混ざってますね。それは初めてかも。そう。で、ガーリックバター作って塗ってだけなんで、簡単で、まあロータスにも今日は本当に簡単安くて、IH 狭いところに住んでる方も多いと思うから、そういう簡単で作れる美味しい男飯っていうテーマで今日来ていただいた。じゃあいただきましょう。いただきます。いただきます。じゃあいただきます。まずはベジファーストってやつか。ちょっと皿持っちゃう。
これね一枚一枚塗っとったんよねショーンがドレッシングは。本当に？お店のシーザーサラダ。これちょっと真似しよう。ブラックペッパーも美味しい。これちょっとガーリックブレッドいってみる。ちょっとこぼし大丈夫気にしないよ。これね今ショーンがなんかシート引いてるけど、下にあるの実はめちゃめちゃ汚ねヴィンテージの台車だから。台車腐った木でできてる。じゃあいただきます、ガーリックベルト。美味しい。ザックザクうまっ。しかしさっきショーンが料理作ってる時ずーっとしきりにコロンビア産の「コ」がつく変な粉をコロンビアでコロンビアで俺もうこれ食べたらコのつくパウダーっつってたのよ一生これ食べたくなるとかそういうことじゃない。大丈夫？いや違うと思うんだけどやたらと全てのソースに入れてたのよ。分かった？なんか食べて何の味か分かる？なんか隠し味っぽくコロンビア産の何か粉をずっと入れてんだよ。なんだろうね。後で全体食ってみてちょっと考えてみよう。で種明かししてくれるはずだから。全体食ってきてうちらヒョロヒョロになってたりとかしない？大丈夫？いや全然気づかない。大丈夫じゃないかな。贅沢だわ。はい、お待たせしました。お、ついに次は、ペンネアラビアータですね。うわーペンネアラビアータがいいだね。俺これうまそう。赤いソースのペンネに目がない。ちょっとさあというわけで、メインのペンネがいやーこれはうまそうですね。アラビアータか。アラビアータちょっと辛めなんだよね。そうそのアラビアータっていうのがなんか怒りみたいな意味合いだってショーンが言ってたけれども、それはつまり辛いって意味だと。唐辛子入ってます。いただきます。まっ。辛さが結構おね好みにしっかり辛くしてあるこれ。うわー味が深い。まっ。めちゃくちゃうまいんだけど。何これうまっ。店で食うペンネよりも全然うまい。味が濃い。うまっ。後でレシピ教えて。めちゃくちゃうまいよこれ。それはねこの動画を見れば分かる。あ、なるほどなるほど。この動画で全公開してるから。了解です。この前登録したから。ありがとう。めちゃくちゃうまいこれ。うわこれはうまいわ。トマトの酸味と辛み、やっぱこの組み合わせ最強。はい、お待たせしました。来たよはい、最後のメインかな。はい、見まして辛いの後に、やっぱりクリーム系がいいかなと思いまして、カルボナーラですね。はい、カルボナーラをご用意させていただきました。はい、いいですね。はい、ごちそうさまです。はい、平麺だね。いただきます。うわ美味しい。濃厚。これは普通のなんか一種類のチーズだけじゃこの味絶対出ないでしょ。すんげえうますぎる。うまっ。うわこれめちゃくちゃうまいな。うまい。クリーム系ってあんまり食べないんだけど、これは濃厚で飽きない。だね。俺も普段ペペロンチーノとかあとはどっちかというとトマトソース系ばっかだから、これはちょっと衝撃だな。だってこのベーコンとかコンビニで売ってるようなやつだったんだけど。ショーンこれうめえもん。結婚してくんないかな。もう孫もいるから波乱万丈の人生すぎると。でも確かにこれはショーンはこれショーンが親父だったらうまいもん食い放題だな。絶対太るよね。こんなにうまいもんばっかり。うめえ。
お、ショーン、お疲れ。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れした、お疲れした。まだ入ってる。もうないんだわ。おかわりもある。ありがとう。いやー、あ、順番も来ました。マイカム。じゃあ改めて乾杯しようか。 Thank そう you ですね。 Thank you 美味しいものを、本当にどうもどうも。美味しいものをありがとう。はいはい。どうもお疲れ様でした。どうもお疲れ様でした。こどうでしたマジで全部うまい。美味しかった。全部美味しかった。一般家庭でね、なんかこう料理のレパートリーを救うことにもなり得るからだってね、男とか女とか関係ないよ、本当これマジでうまい。ああ、よかったです。この動画もう今日アップしてもらいます明日作りたいんだけどお楽しみに。お楽しみ、はい、レシピ、簡単レシピはお楽しみになんだけれども、本当にすげえのが、これパスタって毎回必ずタバスコ死ぬほどぶっかけてくるんですよ、もうそうじゃないと満足にいかない味ですから、はいはい。でも、今回出た2品はいけちゃった、なんか全然タバスコくれってなんなかった、味が本当にしっかりとるわ、辛いものを食うと体は正直に反応しちゃうんだよね、新陳代謝がアホほど活発化して、特に髪の毛ないともう本当にビチャビチャの大雨に打たれたようになるんだけれどもこれのペヤングもそうだった。そうそうそう、ペヤングの激辛食べたの激辛ペヤングの企画をやった時もビッチャビチャ、本当見てみよう、まだ見てないぜひ見てください。岡本さんとね。俺は禅に目覚めたからあれ食ってどういうことあれ食ってマジで禅に目覚めたから本当にすごいあれ、ぜひ見てください。美味しいのうまいとかまずいじゃないの、無言で、もうその次元を超えちゃってるうまいとかまずいとかじゃなくてしちょっと待って何お花畑見えた毒と死の2文字しか出てこないなんでやねん食べ物やってるね映像見ればもうわかるんで。チェックしますはいすっごい面白いから。見ようだからね、やっぱりね、大事なこう食べ物ですから完食しましたよ。すごい、うんでもやっぱきつかったってことね今までいろんな辛いもの食ってきたけど生涯トップレベルにきつかった、珍しいよね。でもすんごい辛いの好きなんで。そうだからお店とかが目じゃない激辛ぶりなのよ、だからあれをその市場に出しちゃダメなのよあの毒をハバネロとかのそういう次元じゃないってことそういう次元じゃないよ、あの毒物をコンビニで売るのは正気じゃないよやべえ本当食べてみたらなっていやーうまかった、皆さん我々だけ美味しい思いしちゃってすみませんね今回はショーンが作る簡単男イタリアンという企画でお届けしましたけれども、簡単かどうかは皆さんのねそれぞれのキャパシティがあるから別として、ただ俺が見てても特別めんどくさっていうような手順踏んでなかったんで、本当にねあの手順をみんなが真似してショーンと同じぐらい美味しく作れるんだったら革命だと思いますこれは、なのでねぜひこの動画を見た上で料理を実際食べてみましたという人はコメント欄で感想をいただけると幸いです。の部屋ガチャの YouTube チャンネル登録とグッドボタンをいつもありがとうございます。そして今回はロータスもねありがとうございました。こちらこそごちそうさまでした。いやーやっぱね一度ここに遊びに来てもらいたかったけども、そこで飯まで食えるってここでねご飯企画やったの初めてなんだよ。本当そうなのよ。そんな貴重なそう1回目俺が記念すべき回だから、はいロータスが来てくれてよかった。こちらこそごちそうさまでした。はいということでね、また次回の動画をお楽しみにしていてください。バイバイ。登録よろしく。よろしく。チャンネル登録とグッドボタンをお願いします。